学生の頃にしておいてよかったこと、イエーイ。Behind the Stage のりこチャンネル Let's go! 皆さんこんにちは、のりこチャンネルへようこそ。私は日本女子体育大学、舞踊学専攻というところを卒業しまして今に至っています。学生の頃から海外に行きたいという願望が強かったので、学生の頃にやっといてよかったなっていうことを、皆さんと一緒にシェアできたらいいなと思います。はい、それでは行ってみましょう。ポイントが6つあるんですけれども、1つ目が多くのワークショップを受けるということです。大学内、大学外でもそうなんですけれども、もし時間とお金があればたくさんのワークショップを受けてください。そのワークショップの先生が、日本の人だったり外国の方だったり、そんなの関係ありません。どんどん受けてください。そうすることによって自分の踊りに対する視野が広がります。いろんな踊りを知ることができるので、自分にプラスになると思います。多くの引き出しを作ることができます。そして多くのワークショップに受けて、先生方と、知り合いになることで、コネクションを作るということです。まあね、コネクションを作るって言ってしまうとちょっとね、なんかそうやって仕事取りたいんでしょっていうふうに思われてしまうかもしれないんですけれども、今だから言えることは、ダンス界はコネクションです。はい。汚いかもしれないんですけれども、やっぱコネクションっていうのは一番大切なことなので、いろんなワークショップを受けていろんな方と知り合いになるということはいつどこで将来につながるかわからないので、とても大事です。ワークショップ行って覚えてもらって将来につなげる、この一方通行です若い時は何でも吸収できるので、どんどん受けていろんなものをスポンジみたいに吸収してください。2番目、学生の時にやっといてよかったことは、何でも挑戦する。聞かれたらイエスと答えるということです。これはですね、やっぱり学生の頃いろんなチャンスが巡ってくると思うので、一緒に作品作らないとか、この作品に出てほしいんだけどとか、いろんなチャンスが巡ってきた時にイエスって答えることです。プロになった時に自分の考えをもとに判断するっていうことは後からでもできることなので、学生の頃はとにかくいろんな経験をした方がいいです。なので、考える間があったらイエスって答えることがとても大切だと思います。学生の頃は体力もあるし、なんとか乗り越えられますそして自分への挑戦になります。いろんなことに頑張ってれば必ず誰かが見てくれています。そしていろんな挑戦をすることで自分のやりたいこと、本心的な自分の柱の部分が見えてくる可能性もあるので、すごくそこはチャンスだと思います。はい、そして学生の頃にやっておいてよかったこと3つ目、英語を勉強するということです。はい、私はもう大学生っていうかもう高校時代から海外に行くことが目標だったので、ずっと、学生の頃から英語を勉強していました。というのも高校時代はもう英語が大嫌いで、もう最下位だったんですけれども、大学に入ってそれではいけないと思い、英語を必死で頑張るようになりました。私がやったことはとにかく通勤時間で英語を覚えるということです。だからポッドキャストの英語バージョンを聞いたりとか、あとは単語帳で英語を覚えたりとか、もうひたすら眠くてもイヤホンで英語のを聞きながらも寝たい時は寝る。で、集中力がある時は聞く。そういう風にしていました。そしてもし時間とお金があるなら英会話に通うことです。やっぱり自分で、勉強してるだけでは会話力っていうのは生まれてこないので、やっぱりどこかに行って英語の勉強した能力を活かせる、話せるっていう場を持つことがとても大切です。私は、ギャバって、今でもあるのかなっていう個人パーソナルの英会話教室に通ってました。お金もかかるので、お母さんにお願いします、将来お金返しますって言いながら、泣きながらお願いしたのを覚えています。で、結局その個人的なパーソナル英会話に行ってすごく良かったと思います。かなり英語の能力
がグイって上がりました。本当私は低レベルだったので、そこから考えるとかなり、はい、海外に行くオーディション行く前にまでには結構自信を持っていけるようになりました。英会話カフェみたいなのがあるんですよね。名前とか忘れちゃったんですけど、なんかそこの入会料とかだけ払えば、なんか1回すごい安いワンコインとかで、お茶飲みながら海外の人と話すみたいな。だから英会話とはちょっと違うんですけど、でもその英語を通して誰かに知り合うこともできるし、会話ができる、そんなカフェがあるので、それもおすすめだと思います。まあタンデムとかでもいいんですけど、タンデムって日本でも言うのかな。私は日本語を教えるので、あなたは英語を教えてくださいみたいな感じで、まあそれもね、いいパートナーを見つけることがすごく大切なんですけれども、なかなか難しい部分があるので、まあ英会話カフェ何回か行ったんですけど、それはすごく楽しかったです。いろんな人と出会えて、はい、恵比寿とかにあった気がする。あとはバイト先とか大学先で、もし外国の方がいたら積極的に話すってことです。私も結構バイト先でオーダー取る時とか、もし外国の方が来てたら私行っていいですかみたいな感じで行って、英語で話しかけたりっていうのを積極的にしていました。やっぱりそういう積極的にすることで、恥ずかしいっていう気持ちも取り除くことができるので、はい、すごく良かった経験だと私は思います。そうですね、ダンス界は英語なので、英語頑張って、はい、話せるようにしましょう。一番最初はそんなに話せなくてもいいんです。だけどやっぱり何もわかんない状態でこっちに来てしまうと、もうパッパラパーで何が何だかわからなくて、やっぱ恐怖を覚えてしまうので、少しの準備はやっぱり必要だと私は思います。学生の時にやっといてよかったこと、4つ目、作品をたくさん見るということです。学生だと結構学生割引とかがあるので、そういうので行ってましたね。国内外問わずにいろんな作品を見ることで、やっぱダンスの世界が広がる、自分の視野が広がるっていう意味ではすごく、大切だと思います。自分が何をやりたいかっていうのも分かるようになりますし、やっぱそこは足を運ぶっていうことがすごく大切ですね。学生の頃にやっといてよかったこと、5つ目、直接海外に行くことです。はい、知ってます。これは時間的にもお金的にもかかるので、みんなができるわけではないんですけれども、もし、できるのであれば行った方がいいです。また大学生とかだと、学割とかがあるので、そういうのをうまく使うといいかもしれません。直接海外に行くことでやっぱり実感が生まれます。実際に行くことで、やっぱりここに行きたい。また逆に、自分には合わないわって分かる可能性もあるので、やっぱ実際に足を運ぶっていうのはすごく大切だと思います。そしておすすめするのは、夏休みよりも春休みに行くっていうのは、夏休みは、劇場とか学校とかも全てクローズになっているので、やっぱオーディションシーズンの、春休み頃が一番おすすめします。学生の頃にやっておいてよかったこと、6番目、これはメインに出そうかどうか迷ったんですけれども、自分なりにやっといてよかったこと、それはですね、自己ケアの仕方を学ぶことです。私はスポーツ整体を学ばせていただきました。まずはじめに言えることは、海外では日本のようにいい先生を見つけられないんですね。すごく大変です。なのでやっぱり自己ケアを分かっていると、少しの痛みとか出た時に、ここをこうやってやってればいい、膝が痛くなったらじゃあ足の上をマッサージした方がいいとか、そういう知識が思ってるだけで自己ケアができるので、大きな怪我を防ぐことができるんですね。またテーピングの仕方とか分かってると、あと捻挫した時とか肩が痛かったりとか、簡単にこうテーピングでサポートできる。またもしくは友達にやってあげたりすることもできるので、整体を学べたことはすごく、プラスになったことだと思います。だからこそ今こうして大きな怪我なく、割に年いってる割には、若者に負けないぐらいの勢いで踊れているのかなってすごく思います。整体を学べたことは
すごくありがたかったし、そのチャンスをくださった院長には本当に心から感謝しています。院長も自己ケアは大切だからって言って私の背中を押してくれたんですね。整体学んだ方がいいよって。だから今で言ったらすごい昔のことなので、全ての知識がまだあるかって言ったら難しい部分はあるんですけれども、でも自己ケアはできているので、そこの面では本当にありがたいと思います。本当にありがとうございます、院長。もし見てたらこのビデオ。はい、ということで、海外を目指していた私が学生の頃にやっていってよかったこと6つのことについてお話しさせていただきました。今思うとがむしゃらにあの頃は踊っていて、もう何もかも見えてなかったので若かったなーってすごい思うんですけど、あの頃に戻ってまた青春なんか踊りまくって、そして英語でねもがいて、でもやっぱり夢があるから突き進めた、そんななんかぐちゃぐちゃぐちゃってした、時間に戻ってみたいななんてすごく思いますが、やっぱその自分がいたからこそ今の自分があるわけで、この6つの点は、すごく大きなポイントだと思いますので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。もし質問あれば、コメントに書いていただければ、お答えさせていただきたいと思います。この6つのポイントいいなって思ってくださった方は、いいねボタンとチャンネル登録の方、まだの方はよろしくお願いいたします。はい、ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。